市場に響き渡る競りの掛け声。宮城県塩釜市床一面を埋め尽くす大量の生鮮マグロ。仲買人たちは大きさ、脂の乗り、身質を見極め、一本一本に値をつけていく全国有数の生鮮マグロの水揚げ港、塩釜。今回このマグロの町で登米の寿司と塩釜の日本料理が交わる特別な催しが開かれた。2つの名店が宮城の食材をどのような一貫一皿へと昇華させるのか、そして伊達前寿司の現在地を紐解いていく。宮城県登米市の名店宇治金寿司と塩釜市の日本料理の名店なごみどころ男山の特別コラボに参戦。最新版のグルメガイドごえみよ2026にてイノベーション賞を受賞した伊達前寿司チームによる一つのポップアップイベントとして、全て東北の地物や地酒に特化した特別コースを取材。伊達前寿司の発起人の一人である魚の仕立て人大森圭司とともにスペシャルなおまかせを味わいながら伊達前寿司とは何かを語り合いました。うっす、いただきます。伊達前寿司おめでとうございます。ありがとうございます。ご縁みおめでとうございます。ありがとうございます。大将今日よろしくお願いします。お願いします。氏家さん、今日なんかイベントのコンセプト的なものあるんですか？とりあえず全て宮城のもので。おお、伊達前。いわゆる。ちょっとだけ山吹。赤酢。はい。ちょっと塩気がコクと塩を多めにしてます。確かになんか赤シャリ感ありますね今日。アイナメとあとホヤです。ホヤとアイナメってなかなかない組み合わせ。火通すとすごい柔らかくなって食べやすくなる。丸ごとホタテ1個丸ごと。超贅沢。ホタテは1個丸ごとで食べないと。ほんとシャリが全然違うんで、なんか今日ワイルドっすね。なんかワイルドな感じ。やっぱ北海道のイメージ強いですけど、宮城もいいですね。宮城も一瞬いいんですよ。ネタがすごい。わらび。最近わらび。この苦味が面白いですね。苦味とネバネバが。珍しい宇治金さんの赤シャリに中トロ。炙りようといつもより味が濃いです。濃いね。ちょっとなるほどわかりやすい。マグロだけなんですか？マグロだけです。あ、多分あっちにちょっとなんかあるか。はい。あ、カジキとか。でももうマグロ系。それに特化した市場。地元用の出荷だったり、豊洲とか東京行くようなものを分けながら今競りが。最初海南線やって、次巻き網製です。1ってやつ。
これを作るなんかランクみたいなことですね。さっきの買ってオットセイみたいなのが面白いですね。アシカとかアザラシとか。これをカジキ。断面とか見てたらそこで油あるからこれ皆さん今競り行われているのはこれ何マグロですか？これメバチバチ。基本一匹一匹でやってるんですか？3匹ずつとかですか？セットとか。寿司屋さんとかもああいうこういう大きいやつだと塩釜のマグロの大変だから東京にこれが行って帰ってくるのを使う人もいるじゃないですか、はい。それをなんか流通の2倍かかってるんで、だからそういう、今やろうとしてるのはマグロの共有1本買って仲間内で全部ばらせればもうそれでね買えるっすよ。鮮度もそうだし値段的にもね原価が抑えられる。そういうのを伊達前寿司みたいなのも一つの目線だし。そうですね。東海地方の中心地、愛知県三河湾に面したこのエリアには地物を生かした魅力的な寿司店が多く存在しています。その中から私寿司リーマンが厳選して寿司店を細かくレポート。名店や地方の隠れ家もアプリで簡単検索。愛知の寿司がもっと近くなる。東京都、大阪府に加えてこの度愛知県の名店も新たに追加掲載。寿司店探しは酢飯無料ですのでぜひ使ってみてください。パスです輝きは新緑の輝き。意外とちょっとハマグリっぽい感じ、なんか滋味深い感じですね。わあ、いい出汁出てる。このサイズ感がちょうどいいな。なんかアサリよりハマグリっぽいです。日本酒？玉貝の茶碗蒸しだしのつかん割り。なんかすごい初めてのタイプ。贅沢。ああ、塩辛やばい。なりますですね。カジキの作漬けにからし。誰が焼いてもいやー、今日は全然いつもと違いますね、味が。ワイルドだ。シャリが変わると全然違うんですね。これブラインドで食べたらウジキンさんって分かんない。わかんない。東京っぽいですね。なんかネタの仕込みはイベント仕様ではない。いやもうイベント仕様のもありますおお。もうちょっと攻めていってもいいかなと思って優しすぎる部分があるからこれ以上ね優しくしたら何チキですかこれ？ファミチキ音チキ。これ何ですか？中に餃子ニンニクとフキノトウって入ってます。ありがとうございます。メッセージ。メッセージですあ、よかった。前でも食べてる。昨日とは確かに。この時期だ。うわ、なんだこれ。うまっ。これシャリですか？もち米？うわ。うまっ。これビールなんでぜひ。はい。ビール案件。カツオだしとだけだったらまた合うと。純米のお酢を合わせてちょっと口直し。チキンの後に。そうです。うまっ。
これおかわりダメですか？おかわりしたい。超うまい。これ生姜ですか？生姜大好き。1尾を 6枚に分けました。こっちもいい。これあれでも1600に食べ続けてる人います。あ、じゃあこれ一貫で1匹。あとで半身。油やばいですね。ちょっともう5日目ぐらいか。油やば。漁師さんの魚を基本市場で買うようにしてるんですよ。もちろん信頼関係があってこういうの取れたよって直接連絡くれる漁師さんもいるんですけど、決まって言うのが明日じゃあ競り場に並べたら買うわってやってるんですよ。でなぜかと言いますといろんな人の目に触れることによってその競争率が上がるじゃないですか。競りとか入札でいい魚負けてもいいと思ってて、で負けたことによって僕のお客様以外の人たちに渡るじゃないですか。それをしていくことによって価値が上がっていく。すごい塩の香りが強いですね。海の味がする。海苔も素晴らしいですね。海苔が素晴らしい。どこの海苔ですか？海苔はこれ相沢水産です。東松島。本人言うには何口目で旨味爆発する海苔を作るとか、すげえ。そういうこと言ってるの。こう SNS の投稿を見ると今年の海苔は暴れん坊ですとかっていいですね。変態ですね。変態、超変態。なんか海苔も含めて塩の味ですよね。海の香りがうまいですね。生産量ですね。でも歯切れがやっぱすごいですね。切れ味が。上が白気張り切りとこしあぶ。山菜です。山菜です。こういう山菜とか肉系のものが出てくるのがコラボイベントならでは。醍醐味ですよ。最高っすね。なんかいいとこ取りっすね。山菜うまっ。毎日ねネギちゃんのやばいですよ。これ炭火で佐藤さんがこれ連携プレーで。連携プレーです。わあ、この回ならではの一環。油エグくないですか？エグい。身の溶け方がやっぱちょっと違いますね。たくさん並んでいて、で最初はね大きいも小さいも全部込み込みだったんですよ。である日突然どっかの漁師さんがでかいのちっちゃいのって分け始めて、そしたらこっちのもんですよ。でかいの爆裂に高いの値段つけると漁師さんみんなが選別すると高いのになるとある程度玉そろ作るんですよね。そこでこう価格を持って漁師さんを啓蒙するんで、今までだとたくさん買える人だけがその中からよりすぐりでこうでかいだけ取れてたんですけど、漁師さんが個別で分けることによって単価が変わって、そうすると漁師さんにも返せますし僕たち食べても喜ぶじゃないですか。いや、宇治金さんといえばアナゴなんでね。ちなみに今日カツ丼はないですか？今日締めのカツ丼ないですか？ないですね。でも煮詰めの感じが、いつもやっぱ濃い気がする。濃いかも。感じるんじゃない？感じる。うわー、何これ。暴力的にやば。シャコここで使う？これでかっ。天ぷらにしようかなとか言ってたけど、今日来たら味噌汁に変わってた。どう考えても合うんだよね。エビも合うしカニも合うんだよ。シャコ合わないわけがない。進行ちょっとですか今日ね。伊達前の味噌汁ですね。伊達前。伊達前汁。伊達前汁。伊達前汁だわ。結構色しっかり。米とかは全部一緒ですね。米は一緒です。米でしたっけ？米です。うわー、すげえ。うまい。いやー最高ですね。
確かにいつも内金さんは過去行かしてもらった時昼でもお茶と握りみたいなのがメインだからこうなんかお酒とってなるとまたシャリの味も違うし、そうですちょっとやっぱまた違う店な感じがしましたね。それがでもお寿司ってこうシャリが変わるだけでそうですよね全然変わるっていうのが面白いです。メヒカリ印象強いですね今日。メヒカリですか。メヒカリとあとシャコホッキ貝の味噌汁、伊達前汁。伊達前汁。伊達前汁良かったな。命名つきました。伊達前汁。伊達前汁ちょっとね。伊達前って塩の香りとか海の味っていうのが結構キーな気がした。ああそれはあるかもしれない。あるかも。でまた金華ウニとかもすごいやっぱ海かじってる感じがあったんですよね。まあザですよね。当然届けることによって、食感うまみとか寝かせ具合とかいろいろあるけども、やっぱおっしゃる通りで。海をそのまま運んできてるような感じ、自然感があすごい、じゃあそしたら、僕たちのなんか伊達米の定義付けになんかこれ一つ加えられますよね。手前のテロワールは本当この武田しさ、本当伊達藩のこのなんか男らしさみたいな男気みたいなのが男山です。あ、なるほど。男山です。その名の通り。ありがとうございました。ありがとうございまありがとうございました。めっちゃ美味しかったです。昨日はイベントありがとうございました。こちらこそありがとうございました。これ伊達前寿司のチームに佐藤さんがいる意味って寿司じゃないじゃないですか。でもなんかこうそこに日本料理のねお店がいるっていうのは面白いなと思うんですけど、そのならではの立場とか、いろんな寿司屋さん大森さん含めてどう見てらっしゃるんですか。伊達前寿司の中に和食入ってるっていうのは、幅が広がるポジションとして自分は考えてて、寿司屋さんができないお魚のアプローチみたいなで、加熱の仕方だったりとか、あとだしと魚の相性とか、伊達前寿司って何も始まってないんですけど、後々寿司以外の波及にもなる可能性もあるっていうことで、自分はそこに、混ざって入ってる感じですね。改めて、昨日いろいろ食材もいただきましたけど、この辺りの、宮城三陸系の食材の良さとか、素晴らしさってどんなところですか。日本全国海あるんですけど、そのゼロ距離で物が手に入るっていうことと、でちょっとこれから自分もピックアップしたいのが、この辺にしかない食材、ホヤとかと食べ手を選ぶ食材なんですけど、ちょっとした加熱で表情変わったりとかするんで、ああいうのを正解にしていければなっていう、いい食材、高い食材以外の環境の問題だったり、値段がどんどん上がってたりとかする中で、手前寿司が逆になんか決まりきってないからこその余白がめちゃくちゃあるからどういう方向に行くんだろうなっていうのも楽しみに見てますし、みんなでこう育てながらですね。今回も小宮さんで賞をもらって、なんかいい事例というか、他のエリアにも多分刺激になるチーム、プロジェクトだと思うんで、持っていただけると嬉しいですよね。そううちらも頑張んないといけない。ぜひ今後ともよろしくお願いします。こちらこそ今回ありがとうございました。ありがとうございます。